皆さんこんにちは。今回はこの 3XV のチャンバーのメンテナンスをやっていこうと思います。というのも購入した時からジャッカルのチャンバーがついてたんですが、これが結構錆びが進行していて、表面の塗装も剥げ始めてるので、このまま放置すると赤錆びだらけになってしまうので、そうなる前にちょっとメンテナンスをしたいと思います。下側から覗き込んでみたら思った以上に錆びてて、なんか表面の塗装もボコボコしてるような感じでしたね。鉄チャンバーなんで柔軟性があるので、ステンレスのチャンバーと比べれば多少へこんでても補修できるのが良い点なんですが、やっぱり鉄チャンバーは錆びに強いステンレスとは違って、5年に1回ぐらい錆びを落として再塗装をしないとダメですね。このチャンバーはどう見ても多分10年以上はやってない感じなので、表面にサンドペーパーを当てて取れるぐらいだったらいいんですけれど、ちょっとこれは厳しそうですね。3XV はラジエータータンクが下についてるので、チャンバーについているスプリングを外すのも結構めんどくさかったです。向かって左側のチャンバーは簡単に取れたんですが、右側のチャンバーのスプリングを取るときはラジエータータンクをいちいち取り外すのがめんどくさかったので、寝そべってスプリングに紐を引っ掛けました。ここら辺が TZR250R の整備性の悪さというかなんというか、 NSR と比べてワンアクション多いっていう感じですね。それでチャンバーを外して、どんなもんか見たところ、左側のチャンバーはそれほど錆びが進行してはなかったんですが、右側のチャンバーは多分これほっといたら穴開くなっていうレベルの錆び方をしてました。そして液パイ部分のカーボンの溜まり具合を見てみたんですが、前のオーナーが多分回して乗ってたみたいでカーボンは溜まってませんでしたね。オイルが溜まってそうな場所を何箇所か焼いてみたんですけれど、煙がもくもくと出てくるわけでもなかったんで、カーボン取りはやる必要がなかったのでやりませんでした。ちょっと燃えてるように見えるのは液体ガスケットです。先にジャッカルのサイレンサーの話とグラスウールの巻き方の違いの話をしておきます。実はこのジャッカルのサイレンサーは去年グラスウールの交換はもうしてしまってるので、注意点だけお伝えします。まず第1点が、使われているリベットの大きさが通常のものより大きいので、この2つの大きいリベットをモノタロウとかで入手しないといけないことです。私が現在使っている他のジャハとかドッグファイトとかタイカパフォーマンスのものはここまで大きいリベットを使ってないので、ホームセンターで売ってるリベットで大丈夫なんですけれど、ジャッカル用のリベットを入手した後打ち込もうと思ったら、普通に売ってるハンドリベッターでは打ち込むことができませんでした。そして結局両手用のちょっと大きめのリベッターを購入する羽目になったんで、やりかけた以上工具まで購入して最後までやってしまいましたが、自分でやるとなると結構ジャッカルの場合はお金がかかりますね。それとグラスウールの巻き方なんですけれど、大概中でオイルが固まってしまってだんだん音が大きくなってうざくなって交換すると思うんですが、グラスウールの巻き方次第で多少変わります。サイレンサーからの音が大きくなってしまう理由は、グラスウールにオイルが染み込んで隙間がなくなってしまうことによって防音効果がなくなってしまうのが原因なんですが、音を小さくしたいのであればなるべくふんわり巻くような感じにしないと音は小さくなりません。当然ガチガチでキツキツに巻いてしまうとグラスウール内での音の逃げ場がなくなってしまうので、音は余計でかくなる可能性が高いです。残り物のスケルトンがあったので、とりあえず使ってみて表面の塗装がどれだけ落ちるかやってみました。知ってる人も多いと思いますけれど、スケルトンは劇薬なので手袋をして使用してください。皮膚にちょっとついただけでめちゃくちゃヒリヒリします。スケルトンを塗った後ラップで巻いてしばらく置くと一番効果が出るんですが、めんどくさいのでやりませんでした。金ブラシを使ってガシガシ磨いてみたんですが、あんまり綺麗にはなりませんでしたね。スケルトンを使って地肌を出してもこの程度でした。
スケルトンを落とすのに水洗いをしたんですが、その後から速攻錆び始めるので、割とこれは時間との勝負ですね。それと思ってたより表面の錆の凸凹が深くて、かなり表面削らないと地肌は出ない感じですね。とりあえずサンドペーパーを当ててどれぐらい綺麗になるかやってみました。サンドペーパーを5、6枚使ってやっとこの状態になったんですが、もう疲れたのと時間がかかりすぎて効率が悪いので別の方法を取ることにしました。もうこの日は疲れてしまったんで一旦作業をやめました。翌日ホームセンターに行ってグラインダー用のペーパーを買ってきました。チャンバーのボディは、たった1日なんですけど、また錆が浮いてましたね。というかここまで錆がひどかったんなら最初からグラインダー使った方が早かったですね。早速グラインダーで磨きをかけてみます。結果から言うとスケルトンとか使わずに最初からグラインダーで削った方が早かったですね。液パイ部分はあんまり調子こいて削りすぎるとやばそうなので、表面を整えた程度でやめときました。2本ともグラインダーで削って時間は1時間ちょっとぐらいでできましたね。ただまだ表面がデコボコしているのでサンドペーパーをかけます。サンドペーパーをかけたら割と見た目は綺麗になりました。ここまで綺麗にしたので耐熱ブラック塗らなくてもいいかなと思い始めて耐熱クリアを塗ることにしました。それと耐熱クリアの方がまた錆びた時に分かりやすいってのもあります。別につけなくてもいいんですけれど、溶接跡っぽいのをつけようかなと思ってターボライターでちょっとそれっぽいのをつけてみたんですが、なんか全然うまくいきませんでした。それと鉄の地肌を出した後手で直接触るとすぐ錆びるので必ず手袋をして触らないとダメです。こんなミニライターでやってても焼き跡をつけ終わる頃にはもう錆びが始まってんじゃねえかと思い出して諦めました。とりあえずガスバーナーで焼いて跡をつけて線が太く出てしまった部分はまたペーパーを当ててそれっぽくなればいいかなぐらいにしときました。あとは線が少し太く出てしまった場所をペーパーを当ててちょっと消してもうそれでやめました。またちんたらやってると錆が浮いてくるのでとりあえず脱脂をして耐熱クリアを塗りました。線をもっと細く出したかったんですけどもう途中でもうこれでいいやになっちゃって妥協の産物です。それと耐熱クリアが塗ってる最中に切れてしまったので液パイ部分は耐熱ブラックになってしまいました。もっと手際をよくやればうまくできたんですけれどこれでチャンバーボディは完成です。